皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。外国で暮らしたり、外国旅行などでホテルに滞在したりすると、電化製品の品質の悪さにびっくりすることがあります。これは日本人が日常使っている電化製品でほとんど起こらないことからそう思うのでしょう。今回は私が米国に短期間住んでいた時や仕事でホテルに滞在した時に経験したことをお話しし、ものづくりについて簡単に考えます。私は1990年初頭に米国の大学で博士研究員として従事しました。住居として大学近くのアパートを借りました。給料が少なく貯金もほとんどなかったので、その部屋は半分が地下になっているベースメントでした。ここはカナダとの国境近くの州に位置していたため、冬は零下20度過ぎまで下がりました。この低い気温の下で降る雪はしっかりとフレーク状になり、とてもきれいでしたね。夜に部屋の窓から外を眺めると、街灯に照らされ、キラキラと光る雪が目の高さの地面まで落ちてきていた様子を時々思い浮かべます。部屋の大きさは縦横5メートルくらいで、入り口ドアのすぐ横に仕切られたバスルームがありました。後の空間には仕切りがなく、奥には台所がありました。1年の滞在だったので、ベッドをレンタルし、これを玄関ドアから反対側の壁沿いに置きました。冷蔵庫は装備され、キッチン近くに置かれていました。朝は9時に家を出て5分くらい歩いて大学へ行き、仕事を終えた後18時頃に帰宅し、夕食を作って食べては寝るというサイクルの質素な生活を送りました。この時の私の大きな悩みは冷蔵庫でした。これが1時間おきに爆弾を落としたかのような音を立てて冷却を始めました。日本では冷蔵庫の音で寝不足になることはなかったなぁと思いました。日本で住んでいた家もこのベースメントと同じくらいの大きさでしたが、冷蔵庫の音を気にしたことはありませんでした。米国の場合、多くの人は大きな家に住んでおり、台所と寝室が隔離されているので、少々音が大きくても苦情が出ないのでしょう。この米国製の冷蔵庫は裕福な家庭仕様であり、電機メーカーは爆音に対する対策を講じることはなかったのでしょう。日本の電機メーカーはこのような騒音を製品の欠陥と捉え、少しでもいいものを作ろうとして努力します。その中で他国にはないフレンドリーな製品が開発されます。結局、私は冷蔵庫の音が我慢できなくなり、夜はスイッチを切って寝ることにしました。ある日、部屋でくつろいでいると、突如、天井から大量の水が落ちてきました。天井には飾り板が張られていたため、その原因は分かりませんでした。もしかしたら上の住人が大量の水をこぼしたのかもしれない。あるいは下水の配管が破れたのかもしれないと思いました。
そこでアパート管理会社のオフィスへ行き、何とかしてくれと苦情を言いました。スタッフは天井の配管の水漏れだろうと推測し、翌日テクニシャンを来させることになりました。当日私は仕事でしたので、部屋を整理していつものように家を出ました。しかし私がいない間に他人が部屋に入って修理することに一抹の不安がありました。これは米国でそれまで暮らした中で感じた一部の米国人の気質に対するものでした。夕方帰宅すると、天井には水漏れがあったあたりの板がカットされ、これを修復した跡がありました。管理人が書いた修復完了のメモがテーブルの上にありました。やれやれ、これで問題が解決されたかと思いました。同時に一抹の不安を思い出しました。何か変わったところがないかと部屋を見渡すと、私の予感が当たりました。明らかに誰かが台所の包丁を使っていました。包丁の刃に天井板を切ったような木くずが残っていました。修理中に切断道具が必要となり、目についた台所の包丁を使ったのでしょう。日本人は決してこのようなことをしませんね。自分の持ってきた道具だけで仕事を行います。また、食べ物を扱うものをその他の作業に使うことなどもってのほかです。そもそも天井の配管から大量の水漏れがあるようなずさんな工事を行うことはほぼありませんね。帰国後に日本の大学で職を得て働きました。在職中、国際会議で講演したり、共同研究を行うため何度も外国を訪問しました。10年ほど前、米国南部の州の大きな町のホテルに2週間ほど滞在した時のことです。このホテルはダウンタウンの中心部にありました。近くには大学バスの停留所、電車の駅のほか、スーパーマーケット、酒屋などもあり、環境は抜群でした。部屋には台所があったので、夕食代を浮かそうとスーパーマーケットで冷凍のスパゲティなどを買って調理しました。しかし冷凍食品はそれを入れた袋の写真のようには美味しくありませんでした。工夫しても水分がなくならず、仕方なく食べました。日本の冷凍食品とは大違いです。食品メーカーの工場見学に何度も行ったことがあります。そこでは商品化しようとするものの試作品をいくつも作っては試食を繰り返す作業が行われていました。大学卒業までに思考力を高めて社会に飛び立った学生がこのような細かなことまでやるのかと呆れてしまうほどの内容でした。今となれば一つの商品を作り出すのに彼らが一見無駄と思われるような積み重ねを行うからこそ日本の冷凍食品はうまいのだろうと思います。前述のホテルには洗面所の隅にアイロンとアイロン台があったので、ズボンのシワを取ろうとアイロンをかけてみることにしました。アイロンはスチームアイロンでした。水を入れたアイロンを持ち上げ、アイロン台に広げたズボンの上に持ってくると、
水がドーッと流れ出しました。水の容器がうまくセットされていないのだろうと思い装着し直しました。しかし何度やっても水漏れは止まりませんでした。結局水を入れず、水道水を手で振りかけながらアイロンをかけました。このホテルは前述のように立地の良い場所に立つ上位クラスのものでした。しかしこのようなホテルにトラブルを引き起こす電化製品が常備されているのです。これに対して米国人は苦情を言わないのでしょうか。とりあえずアイロンだけはかけることができますからね。しかしこのようなことは日本では決してありませんね。その国の技術力はこのような小さな機器の製作技術が支えているのかもしれませんし、あるいは高度な技術力がこのような簡単な機器に反映されているのかもしれません。このようなことに気づくのは、明らかに日本の製品の性能の高さを基準に考えるからです。昨今、大勢の外国人が我が国を訪れています。YouTube 動画のインタビューでは、多くの外国人が日本のトイレの清潔さを挙げます。ウォシュレットは1980年代に商品化されたことを記憶しています。テレビで流されるコマーシャルを見て、当時はこのようなものが本当に必要かと思いましたが、今私には必需品となっています。この製品は明らかに日本人の気質に基づく発想によるものです。一方で、ウォシュレットが商品化できたのは日本の水事情が後押ししたことを忘れてはいけません。前の動画12章12の8、海外旅行をする人へためになる話で述べましたが、ウォシュレットは水道水が次亜塩素酸ナトリウムで殺菌された水の使用が前提となります。簡単に言えば、水道水を直接飲むことができるかということです。そうでなければ感染の問題が生じます。日本では地方行政が水道水をしっかりと管理しているからこそ、このトイレの浄化システムが機能しているのです。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。